このドラマ CD はフィクションであり、フェイトプロトタイプ本編とは異なる描写であることをご了承ください。それでは、本編をお楽しみください。始まりは一通の招待状だった。アーチャーさん主催の中型クルーズ船を借り切って軽く航海を楽しみながら催されるという船上クリスマスパーティー。そう、きっと私は聖杯戦争が終わったことで油断をしていたのだ。自分には眩しすぎる白馬の王子様的なセイバーと船上でクリスマスというシチュエーションへの期待に柄もなく酔ってしまっていたのだ。少し考えれば予想はついたはずだった。それが乙女チックな幻想に包まれた夢の航海になどなるわけがなく、ただ一言地獄開始としか言いようのない航海になることなど。しかし早いものだな。あの地獄の聖杯戦争も昨日のことのようだ。ようやく体も動くようになって、まさかセイバーとクリスマスを祝う日が来るなんてね。ああ、あそこが僕らにあてがわれた個室のようだね。騎士の務めとしてまず僕が一番乗りをして安全の確保を。ちょっとセイバー、そこはレディーファーストで。いやいや、戦いが終わったとはいえ君を守る役目は永遠に残っているのさ。ずるい。ほう、すごい。船の中とは思えないぐらい豪華なお部屋。ピカピカの家具、巨大な液晶テレビ、たくさんのクラゲが泳いでいる水槽、壁には謎の日本刀、そして格調高いテーブルの上には綺麗に盛られたバナナとジューシー唐揚げ。ご覧彩香、椅子の上には可愛い白熊の人形も座っている。だけどこれはどうなんだろうね。何が？この部屋ダブルベッド一つしかないようだよ。あ、同室？いや、確かに聖杯戦争中は私の家で一緒に過ごしてたけども。あれちょっと。やだ、そんな、いきなり電気を消すなんて。あれ？これ普通に停電？船の電気が落ちた？違うからね。突然真っ暗になってびっくりしただけで。セイバー？からかってる？暗闇の向こうでニヤニヤしてる？セイバー？ねえ、セイバー？どこ行ったの？ねえ、セイバー？セイバー？そして私は知ることとなる。まさにこの時、別の部屋で事件は起こっていた。闇のさらに闇の中でもなお怪しく光る瞳が、命を失いつつある哀れな犠牲者の姿を冷たく見下ろしていたのだ。フェイトプロトタイプドラマ CD、 戦場のメリークリスマス殺人事件。静粛に、静粛に。本来楽しいクリスマスパーティーが催されるはずだったこの大ホールにお集まりの皆さん、ここで悲しいお知らせをしなければなりません。本日の招待客の一人、キャスターさんがつい先ほど何者かに殺害されました。場所はキャスターさんにあてがわれた個室、凶器は不明。また扉は
内側から鍵とチェーンできっちりと締められていて、いわゆる密室殺人と呼ばれる状態になっておりました。さて、説明は以上だ。今私の前に立ってもらっている面々は、なぜわざわざ指名されたのか言うまでもなく理解していると思うが。んだよ、俺たちは宴会を楽しみに来たんじゃねえのかよ。こんなことより一丁派手にパーリーしようぜ。ほう、珍しく気があったな、ランサー。そうだ、このようなことより今宵の綾香の圧倒的な美しさに俺は心を奪われた。この気持ち、まさしく愛だ。抱きしめたいな、綾香。そうだそうだ、抱きしめたいな。というか抱きしめてほしいな、私のセイバというわけで、今回の事件に関して特に疑わしい人物、ランサー、アーチャー、左条真中の3名に集まってもらったんだけど、どうかな、綾香。いや、いろいろ待ってください、待ってください。重要なので2回言いました。ランサーさんやアーチャーさんが生き残ってるのは分かります。そういう展開だったから大いに分かります。でも聖杯戦争が終わってるのに、なんでキャスターさんが生き残ってて、いや、さっき死んじゃったみたいだけども、とにかく生存しているのか、そもそもなんでお姉ちゃんがピンピンしてるのかなどなど、そういうようなことを問いただしていきたい。何を言っているの、綾香。聖杯戦争はあなたの覚醒によって終わったじゃない。そう、増えてだったウィッチクラフトに見切りをつけ、新しい才能を見出して可能性の獣となったあなたは、そのまま連続ガンド打ちやら無限の牽制やらアイナンとかヘタイロイとかをチートコード使ったと驚くほどに習得して、アリストテレス、プラトン、ソクラテス連続召喚による説得構成によって全員を平丼、死者ゼロで終わらせてしまったのよ。あれ、そんな展開だった？覚醒はしたような気がするけども、そんな面白おかしい固有結界とか習得した覚えがないよ。綾香、見ている世界を信じるな。消されるな、この思い。忘れるな、我が痛み。キスしてグッバッ。やめろ、いろんな意味でやめろ。ひどいわ、槍の尖った方で頭蓋骨を叩くなんて。セイバー、また傷口が開いてしまったわ。冷やすもの持ってきて。アイスが最高ね。これはひどい。いや、でもほんと全くその展開に覚えがないんだけども。覚えがないとか言われても、そういう世界線だからにゃ。ほら、私根源と直通してるから、いろいろなものが見えてしまうのよね。いろいろなもの？ええ、だから覚醒してもそこそこの術しか使えないあなたも見てるし、なんでかどこぞの地方都市まで遠征して花札で戦っているあなたも見てるし、ロンドンスターさんの弟子となって不思議キャラを演じつつお好み焼きとかもっきもっき食べてる腹ペコのあなたも見てる。何でも見えてしまう。ってそんな、想像しダークなソウルはそろそろやめて、お仕事を早く。おい、あれ繋がっちゃいけない根源に繋がってねえか。何が見えてるんだ、あのゾンビ娘は。そろそろいいだろうか。まず事件発生当時何をしていたのか、3人にはアリバイを喋っていただきたい。俺のアリバイが聞きたいだと？ああ、だがどんな些細な嘘でもこの騎士王の英知の前には看破されることを念頭に置いて喋りたまえ。アリバイだ。んなもんお前、急に停電になって暇になったからテレビ見て過ごしてた。急な停電の苦情を言うために内線電話を使って抗議していた。一部の隙も疑問を挟む余地もない完璧なアリバイだな。いや、いろいろ待ってほしい。重要なのでまたもや2回言いました。セイバーはバカなの？ちなみに私はパーティー本番のためにお着替えしたりいろいろ準備していたわ。あ、お姉ちゃんはまだまっとうなこと言ってる。だってクリスマスといえばサンタだもの。クネヒト・ループレヒトことブラックサンタ。ヨーロッパでは有名なサンタなの。悪い子のベッドの上や下に臓物と血をまき散らすのよ。だからちょっと血と臓物求めて刃物片手に暗闇をブラブラしてた。この人が一番ダメだ
なんということだ。怪しい人物がただの一人も存在しない。ほんとセイバーはバカなの？死ぬで、ここがキャスターが死んでた部屋か。事件当時、中から鍵がかかっていたそうだな。窓の外は海、廊下側は鍵。ああ、いわゆる密室殺人というものだ。の？密室殺人。小説やドラマでなら見たことはあるけど、まさか現実に。一体どんなトリックが使われているんだろう。で、今は鍵はかかっているの？いや、さすがに死体確認後だから発覚当時にスペアキーを使ってドアは開けられている。今現在なら出入りは自由だ。じゃあ推理のためにもう一度密室を再現してみて。了解した。ランサー、頼めるか？おうよ。じゃあ久々に霊体化してっと。俺、再現してみた。密室の意味皆無だこれ。ここが殺害現場か。死体もそのままにしてある。キャスターさん、成仏してください。で、これ何でどうやって殺されたんですか？それもこれから調べようじゃないか。部屋の冷蔵庫の扉が開きっぱなしで中のものが溶けている。そして床には明らかに何か大きな氷が溶けたかのような水たまりが。おい見ろよ。妙に内側に砂のついた靴下が落ちてるぜ。なんだこの金魚鉢、敷き詰められてる砂の量が変に多くねえか？黒い何かが混じった氷が入ってるな。この飲みかけのウイスキーグラス。こんなところに被害者の名前が書かれた黒いノートが。なんということだ。凶器が全くわからない。本当に骨の髄までバカなの？死ぬの？前から若干天然系キャラだなとは思ってたけども、天然すら通り越した何かなの？なんだこれは。見ろ、謎のメッセージカードが落ちてるぜ。どれどれ。コンタヤジュータジタニコタロス。暗号か？意味がわからんな。奇怪な文字列の横には動物の絵が。これはタヌキ。魔術結社のエンブレムのようだな。フリーメイソンだろうか。わー、もう突っ込むのもバカバカしくなってきた。タヌキでしょ。タを抜いてタを。タを抜く。コンヤジュジニコロス。コンヤジュ野獣だと？クラスビーストか？何？知っているのかアーチャー？我々が最終決戦で倒したあの恐るべき魔獣のこと。それがジ・ニコ・ロス。ジ、お尻が大変なことになっているのか。そしてニコ・ロス、笑顔が消えるということ。つまりはクラスビーストのお尻が大変なことになってストリートで鳴らしたこの実践的なパンチ。痛いよ。何かすごくいいパンチ入りました。何これ？何なのこれ？何の因果でこんな間抜け時空が発生してるの？落ち着こう、彩香。ここは冷静に考えていこう。そう、そばに僕がついていてあげるから。でもね、私のセイバー、さっきからあなた探偵役みたいなことしてるけど、あなた自身は停電の時何をしていたのかな？そういえばお前。霊体化できる点で言えば貴様も立派に容疑者の一人ではないか？推理物とかでも珍しくはないわよね。探偵役、その人こそが犯人だっ
て展開。何をバカな綾香は信じてくれるよね。いる？こういうもっともらしいどんでん返しいる？第4の容疑者も発覚したことにより、これで推理に必要な材料は揃ったようだな。ああ、ここまで出揃えばあとはおのずと見えてくるはずだぜ。僕は犯人じゃないんだけどね。そう、セイバーは犯人じゃないわ。ぶっちゃけ私が犯人。さあ綾香、我が姫よ、今こそその英知を示す時が来た。メガネは知性の象徴だと改めて証明するがいい。真実はいつも一つ。なんとかの名にかけて。綾香、君が思う犯人は一体？いや、全員というか、もしかしなくてもこのイベントがクリスマスプレゼントとしての出し物ってこと？正解！そう、驚くなかれ、実は茶番劇でした。あ、知ってた。かなり前半から気づいてました。なんというか、みんなもうちょっと推理小説を読んで勉強しようとは思わなかったの？過去の名作を見てそこからヒントを得ようとは思わなかったの？ひどい。綾香のためにみんなそれぞれ推理小説読んで勉強とかしてたんだよ。そうなの？ごめんなさい。とあるグループ内で殺害事件が起こって、現場には人間じゃとても行けないんで、一体どうやってと思ったら、実はそのグループはお猿さんでした。誰が本文中で1回でも人間のグループだと言ったって小説とか。実は主人公が発狂してて、語り手も探偵も犯人も全部自分でしたという小説とか。中華料理の名人がなんでかホームズみたいな名探偵になってて、雨の軽井沢で難事件解決する話を読んだ。すげえなありゃ。その作者の別の小説の野球チームがなぜか自衛隊装備を持って戦国時代にタイムスリップしてバンバン人を殺しつつ信長と野球してる話の方をつい単独してしまってな。すごいぞあれ。そうなの。なぜかみんな参考にならなかったのよね。ねえって極端な変化球小説ばかりじゃないですか。いやだが何か一冊かなり本格的なものを読んでたやつがいなかったか。ほらあの若い女性6人からそれぞれの星座に合わせた体の一部分のみを切り取って占星術になぞらえた殺人事件を書いた作品があったはずだが。なんとか少年の事件簿。違います。そのボケはちょっと危険だから本当やめてよ。ともあれ、いかがだっただろうか。我々からのサプライズプレゼントは。疲れた。おっと、だがここまでがサプライズで、ちゃんとしたプレゼントも用意してるんだぜ。綾香、メリークリスマス。メリークリスマス。おめでとう綾香。これからもよろしくな。みんな。まずは僕からだ。これを受け取ってほしい。綺麗な赤いフレームの可愛いメガネ。君はもうちょっと着飾ってもいい。まずはその黒縁のメガネからおしゃれなフレームのものにしてみるのはどうだろう。ありがとうセイバー。おっと俺からの善意を尽くしたプレゼントも受け取ってもらおうか。綺麗な赤いドレス。そこな政権使いが赤フレームのメガネを買っていると聞いたのでな。それに合わせる色にしてみた。で、俺はアクセサリーなんだが、確か鳥が好きだったよな、ジョーちゃん。羽をあしらったチャーム、かわいい。そして私からはギター。綾香、メリークリスマス。クリスマス。ありがとうみんな、本当にありがとう。一時はどうなるかとも思ったけど、こんなクリスマスも悪くはないよね。早くにお父さんが亡くなり、
お姉ちゃんはつい最近まであれだったし、心底嫌で嫌で仕方なかった聖杯戦争に無理やり参加させられて散々だったけど、それを乗り越えたらこんな未来が待っていたんだ。セイバー、みんなこれからもよろしくね。ところでお姉ちゃん、そろそろ呼んできてあげてもいいんじゃない？誰を？やだな、キャスターさんだよ。いつまでも死体役のままあそこに寝てもらってるとか悪いじゃない。こっちに呼んであげようよ。呼ぶも何も本当に死んでるんだけども。ガチなの？そこんとこだけガチなの？確かにイベントそのものは茶番だって言ったけども、誰が実際に殺してないって一度でも言った？うわー、変なとこで叙述トリックが成立した。ってほら、キャスターさんは死んだふりしてるだけで生きてるってことにしたら、キャスターさん役の中の人の召喚にお金がこれ以上呼べません。というかプロトキャスターさんの中の人を決めるの？こんな話でってことになるって、根源が私がつながってる根源からそんな電波が脳が痛い。いや、ほんとあいつ一体どこに繋がってるんだ？一度断ち切っておいた方が良くないか？船止めて！警察っていうか今どの辺りを進んでるの？今フィリピン近くかな。何それ？綾香、クリスマスクルーズって言っただろ。ならば行き先はただ一つ、我が英国領でもあったクリスマス島だ。オーストラリア近くじゃない。産卵期に赤ガニが島を埋め尽くすので有名だな。でもあのカニ食おうとしたら石油臭くてまずいらしいぜ。そこの二人なんでそんな無駄知識知ってるの？あと第二次世界大戦時は B32 フライングデビルの飛行基地が作られてたんだけども、着地寸前で戦艦比叡の砲撃食らって全滅してたよね。そんな第二次世界大戦史知らない。お